仕事だと言って出かけていった夫の留守中、近くの学校で教師として働いている友人から私に連絡が入った。ねえ、あなたの旦那さんが授業参観に来ているんだけど。そんなはずないでしょ？でも、間違いなくあなたの旦那さんなのよ。彼女が冗談を言っているようには思えない。その児童の母親が旦那さんの隣にいて、一緒に授業を見ているのよ。わかった。すぐに行くわ。夫がそんな場所にいるわけはない。親友が見間違えただけかもしれない。いろんな考えを駆け巡らせながら、夫がいるという学校の校門までたどり着いた。しかし、中に入ってしまうと不法侵入になってしまう。私は息を殺して、夫と女性が出てくるのを物陰から見張っていることにした。時間にして20分が経過した頃、親友の言っていたことが勘違いではなかったと断言できる光景を目にした私は、二人の前に立ちふさがり、疑問をぶつけた。あら、どうしてあなたが小学校にいるのかしら。私は笠井ゆり、33歳の主婦だ。4歳年上の夫、智也とは結婚から8年目。まだ子供はおらず、夫婦2人で暮らしている。私が勤めていた学習塾と同じビルに入った別の会社で働いていた夫とは、昼休憩や退勤時にエレベーターで一緒になることが多く、次第に色々と話すようになり意気投合し、2年間の交際を経て結婚した。そして結婚後は夫の希望もあって、大学卒業から正社員として勤めていた学習塾を辞めて専業主婦になった。結婚から数ヶ月後には妊娠したが、喜んだのもつかの間。胎嚢が確認された翌月に残念な結果になってしまった。私は自分を責めて落ち込み、同じように悲しんでいたであろう夫のことを思いやる気持ちが持てなかったし、夫もそんな私を持て余していった。そして私の気持ちが落ち着くまで半年という時間が必要だった。だが、その頃には必要最低限の会話くらいしか交わすこともなくなっていたのだ。私はこのままでは夫婦としてもダメになってしまうと思い、夫にそれまでのことを謝罪すると、彼は快く許してくれた。それからも、些細なことであっても私たちは話し合うようになり、少しずつ関係を修復していった。しばらくは小さな子連れの女性を見ると落ち込むことも多かったが、現在はそんな私を見限ることなく、寄り添ってくれた夫のおかげで立ち直ることができたと思っている。今年の春頃から夫は仕事が忙しいようで残業が増えていって、帰宅時間も遅くなっていた。それでも私に疲れた様子を見せることはなく、いつでも笑顔を忘れずに仕事を頑張ってくれている夫に感謝をすることはあっても不満などはない。だが朝から夜遅くまで一人きり、帰宅する夫の帰りだけを待つ生活は単調だ。少しでも夫以外の人との関わりを持ちたい。そして金銭的な余裕が欲しいのも本心だった。だからパートタイマーでもいいので仕事をしたいと思うようになっていった。そんなある日、大学時代の友人であるさつきから久しぶりにメールが送られてきた。彼女は大学卒業後に小学校で教員の仕事をしていて、今年度から新しい学校に勤めているそうだ。その勤務校が私の自宅の近くだったのだという。彼女は他市の学校での勤務が長かったこともあり、私が結婚してからは気軽に会うこともなかったが、手紙やメールのやり取りだけは続けてきた友人だ。新しい赴任先の学校に馴染むまで多忙な毎日を送っていたのだが、翌日は運動会の振り替えで休むことにしたので、私にやっと連絡することができたのだという。さつきに、時間があるなら少し会わないかと言われて、私はすぐに承諾し、
自宅に招くことにした。翌朝、出勤前の夫にこれから友人を家に招くと話すと、夫は笑顔で、わかった。じゃあ少し遅く帰った方がいい？と冗談めかして答えた。そうね。そうしてもらえる？了解。じゃあ、邪魔者は早々に立ち去りますか。でも、彼女はあなたが自宅にいても気にしないとは思うけどね。なんだ、女友達か。当たり前じゃないの。異性の友人をあなたのいない自宅に招くわけがないでしょ。別に男友達でも構わないだろう。何言ってるの。それに、私には男友達なんていませんから。そっか。今日は楽しむといいさ。そうさせてもらうわね。そんな会話をしながら夫を見送るために外に出る。夫は行ってくると言い残して、いつものように会社に向かった。夫の姿が少し遠ざかると同時に、さつきから電話が入る。どうやら家の近くまで来たらしい。門のところに立っていることを伝えると、すぐにさつきが手を振りながら近づいてくるのが見えた。再会を喜び合った後、さつきを家の中に招き入れて、たわいのない話をしていると、彼女の視線がキャビネットに飾ってある写真で止まった。この人がゆりの旦那さん？そうよ。そういえばさつきは結婚式に出席できなかったから、智也の顔を知らなかったわね。さっきすれ違ったのは旦那さんだったかも。かもじゃなくて、多分夫だと思うわ。あなたが来た道は出勤コースだし、時間的にもそんなに変わらなかったから。じゃあ、挨拶くらいしておけばよかったわね。お互い顔を知らないのに、挨拶もないじゃない。気の置けない友人との時間を楽しんだ私は、今度は夫のいる日に食事でもしようと約束をして、さつきと別れた。それから1ヶ月後。その日は、夫が珍しく土曜日に仕事が入ったのだと言って出かけていった。特に予定もない私は、家の掃除をいつもより念入りにしながら過ごしていた。掃除を終え、お茶を飲もうとした時だった。私のスマホに、さつきから着信が入ったのだ。先日聞いた話では、土曜日も自主出勤していると話していたので、仕事中ではないのかしら、と思いながら、私は電話に出た。もしもし、どうしたの？ゆりの旦那さん、今日は家にいる？いきなり何？いいから答えて。今、旦那さんは家にいるの？今日は仕事だけど。さつきは少し黙り込むと、言いにくそうに言葉を続けた。あなたの旦那さん、今は私の学校にいるわよ。はあ？今日は土曜参観なんだけど、そこにあなたの旦那が来てる。似てる人じゃないの？私もそう思ったけど、仕事上、人の顔を覚えるのは得意なの。間違いなく、あなたの旦那だと思う。言葉が出てこない私に、さつきはさらに続ける。隣には母親もいて、今は教室で子供と話してる。次の授業も見るつもりみたい。その授業が最後だから、授業が終了したら保護者は帰宅する人も多いと思うの。私は混乱しながらさつきの話を聞いていた。夫の親戚に小学校に通うような子供はいない。だから親戚から頼まれて親代わりで授業参観に行っているという可能性は低いだろう。大体私に仕事だと嘘をついてまで、ましてや他人の子供の授業参観に出席するというのもおかしな話ではないだろうか。それにさつきは自信満々だけれど、一度すれ違っただけの夫の顔をきちんと覚えてはいないかもしれない。だが
本当に夫なのだとしたら、私にはその想像を否定することはできなかった。わかった。すぐに行くわ。私はさつきからの電話を切ると、自宅から15分ほど歩いたところにある小学校へ向かった。しかし、今の学校の事情を考えれば、私のような部外者が立ち入ることは難しい。私はさつきの勤務する学校の校門前で、夫だと思われる人物が出てくるのを待った。最近の学校はチャイムが鳴らないので、時計とにらめっこが続く。ポツポツと出てくる保護者たちに不審に思われないように、保護者のふりをしながら挨拶を交わしていると、朝に私が選んだネクタイを締めた夫が、女と一緒に校門に向かって歩いてくるのが見えた。私はそんな二人の前に立ちふさがる。夫が私に気づいて足を止め、隣の女は不思議そうに、私と夫の顔を交互に見つめている。あら、どうしてあなたが小学校にいるのかしら。お前こそ、なんで？聞いているのは私なんだけど、そちらの女性はどなた？夫の首には、学校が発行している保護者証が下がっていた。隣の女から受け取ったのだろう。そんなものを渡されるだけの間柄ということなのか。黙り込んだまま見つめ合う私たち3人を、保護者たちが不審そうに横目で伺いながら校門を出ていく。このままここで睨み合っていたら、学校に迷惑をかけてしまうだろう。私は夫たちに女の家に移動して話すことにしようと提案した。女の子供は、さつきに少しの間だけ引き止めてもらい、一緒に帰宅することになっている。そして、帰宅時間は私のスマホに連絡をしてもらえるように相談済みだった。そのことに加えて、幼い子供に聞かせる話ではないだろうから、帰宅前に済ませてしまおうと話すと、女もしぶしぶとうなずいた。女の家は、私たちの住んでいる自宅から少し離れたアパートだった。こんな近くで浮気をされていたのに気がついていなかったことに、私はまた衝撃を受けた。彼女は6年前に離婚してから一人で子供を育ててきたそうだ。今年の春から夫の会社で働くようになり、彼と知り合ったのだという。つまり、小学生の彼女の子供は夫の子供ではないということだ。浮気しているとしても、それだけが救いだった。はじめは家が近いことで一緒に通勤するようになり親しくなっただけだったが、次第に異性として意識するようになったそうだ。夫もはじめは同僚として接していたが、彼女との付き合いが深まり、子供と会うようになった頃から父親になったような気持ちで接するようになっていったのだという。あの時の子供が生まれていたら、同じくらいだなと思ったら、放っておけなくて。子供を放っておけないことと浮気は別問題じゃない。でも、あなたたちに子供がいたら、私とこういう関係になることもなかったと思います。つまりは、私が子供を産めなかったせいだと言いたいの。あなたも母親なら、子供を失った私の気持ちも少しは理解できるんじゃないの？おい、彼女を責めるな。俺が全部悪いんだから。いいえ、私が奥さんがいることも分かっていたのに、あなたを好きになってしまったのも悪いのよ。目の前で繰り広げられる夫と女の傷の舐め合いのような会話に、私の心は急激に冷えていった。本当に子供の前でするような話じゃないわね。さつきが担任でよかったわ。まさか、担任の先生がお前の知り合いだったとはな。でも、そのおかげで私たちのことも奥さんに知ってもらえたじゃない。そうだな。早く話そうと思っていたところだったから、これも運命だったのかもしれないな。そうね。あの子もあなたが父親になってくれるのを待ち遠しく思っているもの。ユリ、
聞いただろ。お前と違って彼女たちはこんなに俺のことを必要としてくれているんだ。智也さんはもうあの子の父親なんです。こんな二人のために私が傷つく必要などないだろう。私は大きく息を吐くと二人を睨んだ。わかりました。あなたが浮気をしたのは私があなたの子供を産んであげられなかったことが原因であり、私にも責任があるということなのよね。そうだよ。俺も悪いところはあったかもしれないが、お前にも責任はあるんだよ。じゃあ私は自分の責任を取ることにしましょう。離婚届は用意するから好きにするといいわ。そうか。お前がそうしたいなら。何を言っているの。そもそも私からじゃなきゃ離婚を切り出せないでしょ。あなたは有責配偶者なんだもの。はあ？あなたたちにもきちんと責任は取ってもらうということよ。俺たちの責任？あなたたちは自分の置かれている立場も理解した上でこういう関係になったんでしょ。だったらどういうことになるかも分かっているわよね。何が言いたいんだ。本当に何を言われているのかも分からないらしく、二人は顔を見合わせている。私は再び大きくため息をついた。有責配偶者ってわかる？離婚の原因を作った方の人間を有責配偶者というの。それはお前が。あのね、子供を産めなかったのはあなたの気持ちが離れた理由にはなるかもしれないけど、離婚の原因ではないわ。はあ？何が違うんだよ。離婚の原因はあなたの浮気ってことよ。その原因を作ったのはあなたたち二人であって私ではない。そしてあなたたちは私に対して慰謝料を支払うことで許してもらうしかないのよ。慰謝料だって？ええ、弁護士に相談して請求させてもらうわ。そんなもの払うわけないだろう。これから彼女との生活もあるんだぞ。反対に俺たちが請求してやるからな。本当に何も分かってないのね。じゃああなたも弁護士に相談して請求すればいいんじゃない？門前払いされると思うけど。そんな。あなたは子供はいないじゃないの。これからお金だってかかるのに、そんな私たちに慰謝料を請求するなんてひどいわ。本当に何を言っているの？あなたたちがしたことでしょ。私に責任転嫁する前によく考えてみなさいよ。責任転嫁って。心が離れたのなら浮気する前に私との結婚にケリをつけて彼女たちの家族になればよかっただけ。私は彼を好きになっただけよ。智也が既婚者だって知っていたのよね。さっきそう言ったのは自分でしょ。既婚者と浮気をしたら慰謝料を請求されるものなの。お前は金のことばっかりだな。ねえ、本当にお金なんかで裏切られた私の気持ちが癒されるとでも思ってるの？私はそれで許すしかないのよ。悔しさで涙が溢れそうになる。でもこんな人間たちの前で泣いてたまるものかという気持ちで私は必死にそれをこらえていた。そんな私の様子にやっと夫からすまないという言葉が出てくる。時間を巻き戻せるのならあの時失った命を助けたかった。それとも夫との結婚を考える前に戻るべきなのだろうか。そんなできもしないことを考えながら私はきびすを返して玄関に向かった。さつきから子供を連れて帰宅すると数分前に連絡が入っていた。そろそろ家の前に着く頃だろう。それに子供にそんな大人の汚い話を聞かせないでいられることにも感謝してほしいくらいだわ。
私の言葉と同時に、玄関から子供の無邪気な、ただいまという声が聞こえてくる。夫と女はうつむいたまま、身動きを取れずにいた。私は部屋に入ってきた子供に、授業参観、頑張ったわねと声をかけて、アパートを後にした。翌週、依頼した弁護士を通じて離婚届を受け取り、私は8年の結婚生活に終止符を打った。元夫からは、慰謝料と財産分与で400万円、女からは150万円を受け取った。特に私が何かしたわけではないが、会社内での浮気ということが噂になり、2人は会社を辞めることになったという。すぐに新しい職場を見つけることも容易ではなかったらしく、後日、子供は女の両親に引き取られることになったと、さつきを通じて聞いた。子供から離れることになったことが、あの2人には一番答えたかもしれない。私は現在、再就職して新しい職場で働いている。さつきから、教職の資格はあるんだから、学校に勤めればいいのに、とは言われたが、一人一人丁寧に勉強を見てあげることができる小さな塾の方が、私には合っていると思う。たくさんの子供たちの笑顔に囲まれながら、私は今日も教壇に立っている。